こんにちは、かなです。今日は文法をやります。今日やるのは動詞文と、最後に少し日本語の文の視点について少しお話ししたいと思います。まず最初は動詞文。何度か他の動画で出てきているので、もう知ってるよ、分かってるよという方もいると思います。一応おさらいしておきましょう。動詞文というのはどんな文でした？述語に動詞が来ている文を動詞文と言います。例えば、私は朝9時に起きる。この起きるが動詞。動詞が述語のところに来てます。では、起きるの動詞は何グループでしょう？2グループです。小さく書いておきます。2グループ。起きるはるで終わってるので、るの前のきを伸ばすといで終わります。いで終わるのは2グループですね。じゃあ、この2は何でしょう？前の動画でやりました。格助詞。これは格助詞。間違った。格助詞。では、これはは。これは私はのは。主題のは。主題。まだ前のビデオを見てないよという方は、概要欄にリンク貼っておきます。グループ分けと格助詞とはとかの使い方。3つ見ておいてください。では、起きる。起きるというのは現在の話です。今、現在の形。これを過去にすると、起きた。過去の話。過去は起きた。これが今ね。これは過去。では、起きるというのを内形にしてみましょう。内形作ってみましょう。内形。これは、起きない。2グループの内形の作り方は、るを取って、ないをつけるだけ。じゃあ、内形のこの起きないを過去形にしてみましょう。あと、起きなかったになります。これを少し丁寧な言い方、のマス形にしてみましょう。ここに書きます。起きます。マス形にすると起きます。起きますの過去。起きました。じゃあ、起きますの内形は起きません。じゃあ、起きませんの過去形は起きませんでした。何が変わっているかというと、ここはここでしょ？ないかった。マス形は起きますが、ました。ません。
ませんでした。ここが変化していきます。私は朝9時に起きます。私は朝9時に起きました。9時より後に話をするときは起きましたを使います。私は朝9時に起きません。9時には起きたくありません。10時まで寝ていたいんです。私は朝9時に起きませんでした。結果10時まで寝てしまったので起きませんでした。という使い方になります。じゃあもう一つ文を作ります。私は朝水を飲む。私は朝水を飲む。朝の水は健康にいいです。朝起きたらコップ一杯の水を飲んでください。私は朝水を飲むの動詞は飲むですよね。この飲むは何グループですかね。飲む。るで終わっていないので、そのままむをまみむめもで活動させます。飲むの内形は飲まないになります。ま、ない。一番上の段から始まっているので、1グループです。これは1グループ。この私はのは、これと同じ主題。ですよね。じゃあ、このおは格助詞ですね。このおは、飲むという動詞の対象は水を表したいので、おを入れます。水を飲むになります。じゃあ、この今、過去、内形、過去。内形の過去。もうちょっと作っておきましょう。飲むは今です。これを過去にすると、飲んだ。内形にすると、飲まない。さっき言った飲まない。内形の過去にすると、飲まなかった。じゃあ、マス形も作っておきましょうか。飲むのマス形は、飲みます。じゃあ、飲みますの過去は、飲みました。飲みました。飲みますの内形。飲みますの内形は、飲みません。同じです。飲みません。で、過去も同じ。飲みませんでした。飲まない。んだだね。んだ。飲まなかった。ここはたがついただけ。ここは、んだになってます。これは前回の敵を作るときと同じです。敵の作り方と他形の作り方は同じなので、過去のたになっても、ここの作り方は同じ。辞書形がんでになるのは、ぬぶむ、ぬぶむは
無を取ってでになってました。で、竹を作るときも一緒です。でがだになっただけ。なので、ここは飲んだになります。ここは同じ活用の仕方になります。マス系の場合は同じ活用の仕方。ました、ません、ませんでした。同じです。ここまでは大丈夫ですか？ちょこちょこ前の動画で動詞文については話しているので、なんとなくイメージはつきやすいと思います。よく使われる行くと来るの話をしたいと思います。これは消します。動詞によく使われる行くと来る。せっかく動詞が出てきたので、行くは何グループ？かきくけいこのくで終わってるので、かきくけこ。内形にすると、行かないかから始まる。かから活用が始まる。ので、これは1グループ。来るは2つしかないやつ。来るとするの来る。なので3グループになります。話を戻して、今日話したいことは、日本語の行くと来るの使い方。例えば、A さんと B さんがいます。A さん、B さん。A さんが B さんの行動についてお話をしています。何を話しているかというと、B さんが行くというのは A さんが今話しています。この A さんがB さんが行くとお話をしています。これは B さんが A さんから離れて、B さんが A さんから離れていくことを言います。そしたら A さんがもう一回言います。B さんが来る。B さんが来る。これは B さんが A さんに近づくことを言います。これは A さんが話している B さんについて話をしています。これは行くと来る。わかりますよね。ここまでは大丈夫ですね。ちょっと消します。A さんがB さんに、A さんが B さんに向かって、A さんが B さんに遊びに来てね。A さんが B さんに向かって遊びに来てねと言いました。そしたら B さんは B さんが A さんに A さんが B さんに B さんが A さんに、はい、行きますと答えました。B さんは遊びに来てねと言われたので、はい、行きますと答えました。何が言いたいかというと、この場合 A さんの視点で来てね。こっちは B さんの視点。はい、行きます。遊びに来てねと言ってるのは A さん。話してるのは A さん。はい、行きますと話してるのは B さん。例えば、英語だと、
その出来事の全体を見て文章ができると思います。全体を見ている文。なので A さんが B さんに遊びに来てねと言われて B さんははい行きますと言ったのは B さんの目線、B さんの視点。例えば A さんが B さんに行ってもいい？これから遊びに行ってもいい？と聞いて B さんはいいよ。いつでも来て。いつでも来て。行ってもいいは A さんの視点。いいよ、いつでも来てね。と言ってるのは B さんだから B さんの視点。話してる人の視点で日本語の文章ができます。実際に使ってみないとわからないかもしれないので、なので今、ちょっと文章で覚えておいてください。日本語は話をしている人の、見る視点で文ができる。日本語は話をしている人の視点で文が出来上がってます。というのを覚えておいてください。そんな話がどっかにあったなぐらいに覚えておいてください。今日はここまで。まだまだ文法は複雑になっていきます。お楽しみに。またね。